日進月歩塩田正宏です。前回その加藤先生のセミナーに参加して、なんかお弟子さんがですね、こうなんかすごいグネグネしてて、で僕もそれかけていただいた時に、まあもちろんなんだろう、ここにかけ触られてるけども、こうね、背骨がどんどん伸びていくんですよね。でもまあそうやってぐにゃぐにゃには、まあ僕は生徒さんじゃないですから、その大統領の受けもその生徒さんみたいよりもなんか反応が悪いように、でもああいう感じになっていくんですよね、究極的には。これは武道とか大統領とかだけじゃなくて、どんなスポーツでもサーフィンでも波があって、それでサーフボードをあんな風に乗れるかなって言ったら乗れないですね、はい、サーフボードの上に立つことすらもできないので、つまりああやってその受けができるように体が鍛錬されてるんですね、あれをやられてると思ったり、あの技をかけたいと思ってるんじゃなくて、受け身っていうのは本当にわざとじゃなく自分の体が鍛錬されてるんです、受けも鍛錬で上手くなっていくよというか、もう受けこそ鍛錬かなって、もう皮をなめすみたいな、無知でもそうですけど、無知とかそういうものはこう使えば使うほどどんどん、最初は硬くて慣れてきて、でも数十年も使ってればもうボロボロになりますけど、人間の体は新陳代謝とかまた強化されていくんで、もうそれはどんどん超回復で強くなっていくと思いますね。良くなっていく一方だっていうことですね。なので僕がそのお弟子さんと比べて反応が悪いのはどっか滞ってるんじゃないかな。だからああいう反応になったら多分いろいろなところがほぐれて、綺麗な形だと思うんで、まずはですね、皆さん見てください。どうなるのか、加藤先生の施術というか、そうですね、人間を良くするような体にした時にすごい反応がすごいんですよ。ちょっとそれぜひ見てください。はい。そうですか。そうです。はい。どうぞ。お願いします。まず山本さん、どんどんなんかあったら突っ込んでください。なんか僕もね、わかんない部分が多いから。これをね、やっていただきました。やっぱり背骨が一番最初ですね。全て背骨ですね。でこれはテンションを与えているというか、テンションを与えているんだけど、僕じゃなくて彼女の重心で落ちていってるんですね。止めてみた。なんで突っ込まないんですか。いや、これは何をこれはどういう状況ですか。輪ゴムを50個ぐらい握ってパッと離したらパラパラパラってなります。で人体がそれぞれ体中をつなげてる人体がこうテンションを入れて、その後解放してるんです。これもう自然にこうなられてるってことですか。本人の動きは意識関係ないですね。すごい。でもストレスの解放って、ね、お酒を飲んだりとか、カラオケをやってるから、この人こんな歌い方するのみたいな、もうね、あります。すごい人いますね。お酒飲んで、こんな人だったんだみたいな時もありますし、それと同じことが、その本人の持ってるストレスがその動きをさせますね。こんなに動き外気じゃないですか。そうですね。同じようにこう人体がつながるとこういう動きになりますね。でこれつながってないので、こことここをつなげると、本人のここでバッとここが回るので、ずっとなんかエネルギー的なことですか。人体が縄跳びを大回ししてるようなもんですね。縄跳びを大回ししてるんですか今。自分の分かんない。いやすごっ。でこれが今しなってるんで、これをまっすぐにさせると、やっぱりこれは一番強い形で、こうすると
他のところ止められるんで首しか動かないですね。受けられてた方にちょっと聞きたいんですけど、その何にもこう動こうとか一切思われてないってことですか？一切ないです。一切動きなりますすごっ。体がそうしてくれてるというか、体の中がそうなってることに自分がこういうふうに体が動きたかったんだなっていうのをこう認識していくみたいな感じです。じゃあ一切筋肉ではないってことですか？さっきの動きは。そうそう、いろんなものってなんでしょうね、学んで教えてもらって分かんないからで学んで自分の意識思考で、体を動かそうとしますね。だけどその意識思考のはるか前から体って存在しててなのにその自分の考え方がこの体を動かしてるとどうしても思いたがりますよね。思ってます、違うってことです。体だが先だと、もっと言っちゃうと運動とかまた武道よりも前に体があると、武術よりもさらにもう全然体がありますよね。僕もじゃあ岡本誠先生とか青木先生のお弟子さんもこう離れた後もこうなってたじゃないですか。青木先生のお弟子さんは女性がそうなることが結構多いですけども、岡本先生とかこうなるとかも、だからなんだろうな、僕はそういう健康体になりたいっていうか、なんかその方がストレスないんですよ。そうですよね。で今お弟子さんは全託されてたりとか、そういうところとか、僕も加藤先生とあと10回ぐらい飲んだらもっと反応がまたねその関係性というか、そうだからでもそういうのって最初からできたいじゃないですか。だから僕ずっと受けの方を見るんですよ。なんでああなんのかなっていう。ちなみに正先生は、あそこまではならないんですか？ならないしね、ちょっとね筋肉が邪魔してるところも結構あるんですよ。もっとすごくなる。もっとすごくなる。その圧力が大きければ大きいほどもう解放した時のもうめちゃくちゃ楽しみじゃないですか。解放されたの。いや違う。それを解放に向かに行くためには、正先生は何をしたらいいですか？解放されたいんです。今の私からは人体トレーニング人体トレーニングを続けていかれると、もうこう暴れるというか、暴れた後どうなのかなったらもうなんでしょうね、今通ったのっていうぐらい分かんないぐらいスーッと通りから歩き方になっちゃうんですね。全部の関節が動き出すんでスーッという気配を感じなくなります。歩いてる本人もその負荷がないというか自然のないです。それで自分の不快が分かることですね。ここは不快だな、我慢してるな、頑張ってるんだけど不快と頑張ってるところの差が、境界線が今の現代人ってなくなってしまってるんですね。分かんなくなってるんですよね、多分。頑張ってるんだ私は、だけど実はすごい不快だったりするんですよ。でも我慢できて、それがどうかで爆発しますよね。その爆発の仕方の一つだと思っていただいたら、体の反応で出るよと。でもそうですね、僕もこの前お会いしたお弟子さんは違う方だったんで、でも反応はやっぱ同じでした今。だから、そうなるものがあるんですよ。で武道をこう見てる人って結構なんか否定から入るんですよね。こうならない、確かにで実際体験に行ったらほらならなかったじゃないかとかあるんですけども、そうなってる人がいるっていうのは事実で、だからそれを探求することが一番いいんですけども、そうしない人が多いね。2回やってならない、でもそうなるためにはどうしたらいいかっていうのを研究していくことも面白いことなんで、そうでもやっぱ同じ反応になるからそうなるんですよ。体のお話をしていただいてたんですけど、体の話だけじゃない話だなっていうところに着地されて、なんか心とかストレスとかなんか快不快みたいなになったのがめちゃくちゃ興味深いですね。加藤先生はね、話せばもっといろいろ出てきますけども、そうですよ、そこをもう熟知されていて、でも、よくその競技出身でそこにたどり着いていったなっていうのが
ちょっと気になるところっていうか、そうですでそこをね、だからこれからちょっとね体験とか来る方とかもいらっしゃると思いますから、いやなんで、はい、そのすいませんね、スピリチュアルではないですけども、そうやってこう打撃とかをやってきたところから、それまあ、人々の健康のためっていうところに行き着いたのかなと。はい、やっぱり24歳の時ですねソウルオリンピックの代表選手公会に、まあ、勝ったんですけど出していただけなかったんです、テコンドーでね、はい、で27歳の時にも勝ったんですけど出していただけなくて、でそれはバルセロナの時だったんですよ。だから2度オリンピックに行けなかったっていう自分の中の本当に不完全燃焼がずっとあって、でその後、まあ、格闘技、選考会に優勝したんですけども出していただけなくて、でそのずっともうふつふつとするものがあって、でアジア圏をずっとムエタイとかさまざまな格闘技を、まあ、求めて実際に戦いに行ったんですね。まあ、その中で健康が一番だなっていうふうに気がつきだしたんですね。健康であればこう強くあるかな。つまり、まあ、私は打撃系格闘技をやってましたんで、それってラッキーパンチって言葉がありますね。で武道の世界でラッキーパンチとかなんかそう投げとか組み技系ではラッキーパンチ的なことはなかなかないと。でも打撃系はラッキーパンチがあるっていうと、勢いとかもう一斉の良さがあったらもうそれ勝てる場合がある。もっと言っちゃえば練習しなくても、もう全然いけちゃったりするみたいなところが、もしかすればあるんじゃないか。でそれがそうじゃないものってないかなっていうことで自分で連磨していったら、どうにもこうなんでしょうね、筋肉だけずっとやってたら違うものにがあるはずだと。3万回スクワットをやった時期があったんですけども、ベンチプレスの185キロです。昔は筋肉も筋肉を鍛えてた、そんだけチャンピオンになる方ですから、その中で武道を15年ぐらい前から探求し始めて、それからどうも先生方なかなか秘密裏のところがあって、なんでこんな秘密裏かなと思って、でもしかしたらすごく簡単なんじゃないかな。面白い考え方、めちゃくちゃ面白いですねなるほど、はい、すごいシンプルなんじゃないか本当はっていう、本当はすごいシンプルで、だから言葉としては伝えたくないのかな、もったいぶってるんじゃないかって、でさまざまな道場に行くとまず最初に毛切りがされるんですね。できてるよって言われながらも来なくていいよ。なるほど。だから何かこう探られちゃいけなかったかな。純粋に探求したいと思ってもうこれは続かなくて、まあ、今の道場3年目になりますから、まあ、本当続いてる方なんですけど、まあ、そこないですね。なんかその体を壊されたとか、はい、そういったなんかきっかけっていうか明確な転機みたいなやつはあられたんですか？なんとなくぼんやり、このままじゃダメだな、なんか。インドにも行かれてます。インドに行きました。はい。インドに行きましたし、今の大きな怪我をね、テコンドーの競技大会にも出た時に、38歳で39歳で出てたんですね。でオリンピック競技です。であれで体重が20キロぐらいの体重やりました。それ何ですかそれ？それは普通なんですか？テコンドー界。ミドル級で出るとヘビー級と合同級になっちゃって、合同級でヘビー級もむちゃくちゃすごいのに。なるほど。幅が広い。幅が広いです。重量級は。で頭蓋底骨折を受けて、で全治10ヶ月だって言われたんですね、その時に。で最初の一晩目に、これもうこのままでまずいなと思って指も動かせなかったので、もうこのまま終わりかなって思った時に呼吸しかできないので、呼吸をしていったらどんどん入っていくのに気づいて、こうずっと圧力が入っていって、で明らかにこの辺がずれてるのが分かったんですけども、ここはすごい呼吸をしたらはまったんですねそんなことあります？はまったんですけど、ちょっとこんな感じでずれながらもはまってたんです。で無理やり別の病院、地元の病院に、山梨の病院に移りますって言って、実は嘘を言って出ちゃって、
て、車を運転して3日後に赤信号で、僕は黄色だったんですけど、赤信号で横から追突されまして。その骨折の後に、病院出た後に、3日後に直後に、直後に、いやもう大変じゃないですか。でぶつかった瞬間にこれが元に戻ったんですね。違う漫画の話じゃないですよ。車は廃車になったんですけど、元に戻っちゃった。体は治っちゃって。治っちゃった。そんなことあるんですか？そんな奇跡あるんですか？だから僕の方が黄色で良かったんで、は新しい車を買っていただいて。なるほど、そこもラッキーでしたね。いや、ラッキーでしたねじゃないんですよ。体むちゃくちゃ、車むちゃくちゃになってる事故で、逆に体が治り、その辺ぐらいから、もうこれ健康じゃないとダメだみたいな。安江先生もお墨付きというか、そうですね、もう目がそんなに異種格闘技をしてきたとは思えないぐらい目が綺麗ですごい僕がすごいと思ったのは、やっぱそういうこともされてきたけども、いろんなところでねこう見てるんで、その時の顔ができるというか、今みたいにすごい素晴らしい先生であるけども、その習ってる時はそういうの顔ができるし、先生の時は先生の顔ができるし、でそういうところもちょっと学ばせていただけたらなと思って、人間としてみたいな話ですよね。そうですね。はい、先生今日はありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。